にちは。今回は負けヒロインが多すぎる第8話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。また変なの出てきたよ。またこいつも負けヒロインか。生徒会はヤバいやつしかいないのか。ダメヒロインしかいないのか。この学校会長変人の予感がプンプンするぜ。また変なキャラが。実はすげえポンコツそう。会長おもろい系のキャラかよ笑い。キアラちゃんが来たぞ。木原ちゃんかわいい。なんか濃いキャラたち出てきたな。ラノベの生徒会かよ。また変なのが増えた。生徒会もやるから困り編長いのかな。最後の生徒会長の人は何だったんじゃ。こまりちゃん歌一番うまくね。エンディング。ああ、こまり見てるだけで癒されるんじゃ。12回だけど普通に良かったな。エンディングがこまりの歌に変わった。今度はこまりちゃんのターンか。歌うまいな。キャラ声と歌声のギャップもこまりは妹か弟がいて常に面倒を見てるから、部長に妹扱いされて甘えさせてもらって喜んでたんだな。食べることばかりのやなみさんに習った。お菓子作れるとかこまりちゃん以外に女子力あるのな。こまりちゃんでエモくてシリアスな流れになるんかなって思ってたら、異様に濃い生徒会メンバーが出てきて作風変わってるじゃねえか。こまりちゃんが猫の相手するのが得意なことを拾ってきたか。水の作画の気合の入れよう半端ないな。もうやだ、この学校変な女ばっかじゃん。変な女は学校だけだろうか。こまり会だからこまりちゃん可愛く見せようとしてたな。可愛かったわ。袴だと乳牛だけ世界違わなくない。こいつらラブコメじゃなくてゲロゲじゃねえか。やなみさん常にこいつらの旗にいたら、そりゃメンタル削られて食事でストレス経験したくなるわ。今回の袴田と姫宮の件はかなりきついはずだが、やなみさんは強くなったな。シーカートで笑かしてきたな。ダメ会だったけど安定してるな。ラッコ、傍目から見るとそう見えるよね。こまりんと付き合いよ。こまりんが一番可愛いよ。旗から見れば付き合っているように見えるよね。可愛いにも2種類。つまりはそういうことだ。ケリ、かわいい。ズネケリーってもう彼女だろこれ。こいつらこまりさんの前でイチャついてんじゃねえぞ。かわいい。はぁはシリアルか。背中にくっつく。当てるおっぱいがない。こまり、スカート短くなったな。もうこの娘でよくないか。今更だけどここの女子制服リボン多すぎない？それ自分も思った。最初やなみさんのおされなのかと思ったら指定だった。あのおっぱいでゾンビは無理でしょ。こまり可愛いけど妹やいろ先生が参戦してくるわ。妙な新キャラも登場するわで果たして勝てるのか。なんとなく式や人気の理由が分かってきた気がする。明かされることなく一期が終わるらしいが。おっぱいだろ。8割くらい明かされてるぞ。ラッコ、ウニだのホタテだのめっちゃ食うし餌代がかかるのもあって水族館から消えたな。まあ、一番の理由は新規導入できなくて繁殖も難しいからだが。ラッコは金量で展示できないせい。オープニングの謎の2人出たな。式や先輩いい人だったか。生徒会長誰かとエンディング見直したら七海ひろきじゃん。ああいう感じの役やらせるならガチの経歴の人。肩壊して引退系かと思ったら、がっつりやってから声優に転向したんだな。こまりエンディング可愛すぎ。こまりちゃんあのキャラで歌うますぎる。じんわりよかった。エンディングの映像はやなみが80年代、レモンが90年代、こまりが2000年代って感じだな。エンディングめちゃくちゃ手間かかってるな。エンディングの柔らかい感じいいな。まるでヒロインみたいだ。やなみさんラッコ扱い。まさに豊橋の珍獣。いやよかった。もうやなみさんはラッコにしか見えなくなった。やなみさんはスピンオフでぶらり飯の旅やってくれ。ラッコやなみがぬくみず弁当を狙ってるのが笑った。今日は登場人物みんながただただ可愛くて癒された。こまり編初回はともかくこまりちゃんへの庇護欲を駆り立てるシーン目白押しでやばいな。可愛いしか出てこない。
これから色々ひねってくるんだろうから楽しみだわ。これがアニメ化効果というやつか。思っていたのより3倍で小まりが可愛かった。ラッコ的な意味ではなく、それに学祭に向けての準備描写が丁寧で、マジで学生時代を思い出す。しかも柳さんは変わらないまま、新しい章に入っても同じテンションでずっと面白い。こまりちゃんが次期部長に、企画力あり料理スキルありと、コミュ力が低いだけで実は有能なこまりちゃん。ぬくみずも副部長としてスキルはあるし、割となんとかなるんじゃないか文芸部。こまりちゃんのターンに入り、この子の有能な部分がフォーカスされ始めてる。一気に季節は秋へ、冬服へと変わるヒロインたちが新鮮で目を奪われる一方で、ツアブ記載に向けての文芸部の展示で一生懸命奔走する小まりちかの頑張りも印象的。そしてなんといっても新たな生徒会メンバーたち。これは何やら新たな火種の予感が。修復した水道水の場面から始まることで困り会を匂わせる始まりだけど、この回のラストも同じ水道水の場面でエンディングに入る構成がまずよく、その上で修復は小まりの恋愛感情による先輩たちとの関係修復。溢れ出る水は新たな小まりの問題を思わせる演出までうまい。同期の文芸部女子と温水くんも負けヒロインになっての再スタート。定番の文化祭だが、2年生がいないことから生じるドラマ。通常運転の柳さんとレモン。だが次期部長として小まりにはプレッシャーが。日陰を歩く時にこそ、ヒロインが輝いて見えるのが本作の設計の一つと確信。ラッコには恋はしない。ほう。小まりには呼び捨てで、かといって扱いが悪いわけでもなく距離感が近いぬくみず。それは妹のよう、小動物に接するような、そういや窓から入ってくるレモンも鳥か猫みたい。動くタイミングを合わし、歩くペースを調整する。いいどねっくん。こまりさんは次期文芸部部長で、柳さんはコンサルという名の役職で、本当のところはラッコという例えに笑えてくる。可愛いけれど食欲魔人なのはいかがなものか。それでも文化祭の催し物での実際に食べ物を押してくるのは悪くない。頼もしく思うよ。ぬっくんも柳さんの扱いになれたね。付き合ってるように見える二人だが、あくまで可愛いラッコ扱い。実際ツアブ記載の案も食べたいだけだし、さらに負けヒロインだけじゃなく、ダメコンサルの肩書きもついて、面白属性の欲張りセット。ごく自然に兄の膝に乗ってるし、勝手に兄の携帯を自在に使ってしまっている。兄のプライバシー、そんなものは存在しない。という妹様。例えばロシデレの妹様より輪をかけてヤバいというのがよく伝わってくる。文芸部よりも本格派のヤバい人材にあふれた生徒会も全容を見せつつあって、楽しみが加速する。先生図も物語をうまく転がしてくれる。主人公の苦労が多いほど面白いのは、ラブコメの宿命だから仕方ないぞぬくみずくん。新エンディングも良かった。最後、超絶可憐な会長が颯爽と現れた背後のホワイトボードが、バカの落書き帳になっててめちゃくちゃ笑った。コントラストすごい。生徒会、この人の左右にハンダダウナーギャルとティアラちゃんがいるんでしょ。面白集団じゃん。意外なリーダーシップを見せたかと思えば、小まりの気持ちに寄り添うこともできるぬくみずが普通に有能だし、部長のために頑張る小まりも応援したくなりますね。それに引き換え食べることしか考えてないコンサル柳の残念なこと。そりゃぬくみずからラッコ扱いされますわ。小まり地下編スタート。ツワブ記載へ向けての準備が始まった文芸部。先輩を安心させて送り出すため頑張る小まり。一人で全部抱え込んでしまわないか心配ですが、そこはぬくみずが何とかしてくれるはず。水彩画と共に流れる小まりエンディングが最高でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。